それではこちら1番、ナーリッシュ・ザ・セイクレット・フェミニンをお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは3ヶ月以内これから起きる恋の神展開について見ていきます。それでは今回もたくさんカードを使用していきます。まず今の現状から見ていきましょう。こちらは片思いの方、そして両思いの方、パートナーのいらっしゃる方、そして出会いを求めている方、どなたでもご覧いただけます。それぞれの関係性に置き換えてご覧になってください。こちらは現状を見ていきますので、正逆取って見ていきます。ちょっと今これ横に出てきてしまっているのでカップのナイトなんですが、ちょっと位置がわからないのでこちら補足でもらっていきます。はい、そしてルノルマンカードからももらっていきましょう。いつもね、このね、ルノルマンってね、なかなかこう噛んでしまって言えないんですが、ルノルマンカード。はい。そしてそれでは現状を見ていきます。まずタロットカード、こちらはデビルの逆位置で出ています。で、あとはペンタクルスのセブンで出ているのと、これは政治で見ていくので、11番無知のカードですね。なんか現状自分を今、どうにかしなきゃっていう風に思っているけど、なかなかそれができなかったのが今動き出していくとかね、今までこう自分で何とかしたいと思っていたことだったりとか、自分でこれは自分の中では悪い癖だ、自分の中でね囚われていたこと、依存していたこととか、自分がどうしてもこのわだかまりを持ち続けてしまっていたことから今解放したいとかね、解放される時っていうのも出ています。諦めそうになったりとかしたことで、ここにカップのナイトさんが出てきているので、やっぱりこう恋愛について今までもどかしさを感じていたりとか、届けたくてもなかなか届かないとかね、どうやってアプローチしたらいいかわからない、どうしよう、積極的に行くのか、それとも一旦落ち着いて様子を見るのかとか、新しい出会いを探すのか、それとも自分磨きをするのかとか、いろんなやり方の中で自分自身を葛藤していた方が多かったのかなというふうに思います。でももうこのね、今までの自分の恋愛に対する考え方が新しく変わる時なんじゃないかなっていう風に感じている、今までの例えば古い恋愛、過去の恋愛を手放す時が今やってきてるのかなっていう風に自分自身が感じてるのかなっていう風に思います。そしてこう何かね、こう実りを自分の中で期待している、今自分が変わっていったら結果もそれに伴って変わっていくんじゃないかなとか、いろんな狭間で揺れている感じもするんですね。自分自身にあまり納得がいかないのかな、今の現状にあまり納得がいかない、変えたいけど変えられないような気もする、どうやって変えていこうっていうふうに考えている、悩んでいるっていう感じもするんですが、割とその時期は過ぎ去って、なんとなく自分の心の中でまとまってきたものっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに今これを見て感じています。もしくはね、すでにもう新しいやり方ですでに進めている方もいらっしゃるかもしれません。過去の恋愛を手放して今新しい方へ向かっている、そんな方もいらっしゃるかもしれませんし、とにかく、自分の今まで抱えていたものとか囚われていたことから解放されたとかね、自分自身今まで頑張りすぎていたのかなっていう感じがします。あなた様自身が自分自身をなんていうのかな、縛り付けてしまっているところが結構強く出ていたのかなっていうのはありますね。それが今ね、緩くなってきた、自分自身で縛り付けていたものをほぐしていくようなタイミングが来ているっていう感じが現状で見えてきます。
ではここからこれから3ヶ月以内にどんなことが起こっていくのかとか、そういうのを見ていきましょう。まず展開を見ていきましょう。どんなことが起こっていくのかっていうことなんですが、それはそうですね、ではこちらのタロットカードからもらっていきます。今回タロットカード全部制約採用して見ていきます。1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後で見ていきます。何かね、自分自身今まで納得できなかった恋愛に対して今恋愛の神展開見ていますので、自分自身で納得がいかなかった、自分自身を責めていたとかね、そういう方もいらっしゃるかもしれない。もしかしたら責めるだけではなくて、自分自身に責任を感じてしまいやすくなっていたりとか、あとはなんて言うんだろうな、自分がこうしたいって思っているっていう気持ちが強く出過ぎてしまったっていう方も逆にいるかもしれないですよね。それを今何とかしたいとか、何とかなってきた、何とかして変わってきたっていう段階なのかなって感じます。まず1ヶ月目と、はい、2ヶ月目、そしてはい、3ヶ月目。ただ現状でカップのナイトが横向きでね出てきているので、やっぱり恋愛を叶えていきたいけどどうしていいかわからないとかね、叶えていくために自分自身変えていかなきゃいけないこととか、手放さなきゃいけないことがあるのかなとか、もう少し頑張って積み上げていくのかなとか、そういうことを感じている方もいるのかな。自分自身葛藤しているっていう感じがすごく感じますね。進めていくために一歩ずつ進んでいかなきゃいけないって分かってるけど、早く結果が欲しいとか、そういう気持ち、理想と現実のこの差に結構戸惑っていたりとか、そういう方もいたのかなというふうに思います。では1ヶ月の展開見ていきましょう。1ヶ月はペンタクルスのエース逆位置で出ています。この恋なんとかならないかなって思っている今の現状に対して、1ヶ月目ではまだ神展開はやってこないのかなっていう感じはします。でも2ヶ月目でジャッジメントが入っているんですね。だから今新しく自分をやり直したいとか、自分のこだわりを今解放してね、ギュッと締まっていた紐を解きほぐしていきたいって考えていた方は、この2ヶ月目でかなり大きな成果が上がるとか、自分自身が新しく今ここでね現状でやっていこうって考えていたことがここで実現化されるとか、結果となって現れてくるっていうような感じがします。では3ヶ月目です。3ヶ月目はでもデビルが今度ね正位置で入ってきてるんですね。こういう風に見ていくと、変えようって自分の中で解放していこう。もっと自分の執着だったりとか、今まで恋愛に対して理想と現実の狭間で揺れていた気持ち、葛藤していたことに次のステージで進むために新しく目標を出して進んでいって結果が出たんだけど、3ヶ月目やっぱりどうしてもまたここに戻ってきてしまうような感じもするんですね。また同じように自分自身の自分の恋愛癖っていうのもありますよね。例えばお相手に強い気持ちを抱きやすくなってしまったりとか、それは束縛心かもしれないし、独占欲かもしれないし、お相手に依存するような気持ちがここでも出てきてしまうかもしれない。できる限りお相手とね一緒にいたいとか、お相手忙しいかもしれないけどなんとか時間割いて会いに来てくれないかなっていう風に結構欲が出てきてしまったりとかね、それぞれ皆さん自分のこの恋愛に対する自分の癖というかそういうところがあると思うんですが、ついついやってしまうことかもしれませんよね。例えば誰といつどこで遊びに行くのとか、すごい心配になって聞いてしまうんだっていう風に思っている方もいらっしゃいますし、ついついねお相手の SNS を追いかけてしまうんだよなっていう方もいると思うので、そういう癖っていうところが割と出やすいのかなっていう感じもするんですね。で神展開で見ていくので、
この2ヶ月目、今これ見た瞬間がタイミングですので、ここから見て2ヶ月目にはすごく大きな結果が出てくると思います。現実、今現在自分自身変えようって思っていることに対しての大きな結果が出る。で、もちろんここでね、多分ね、葛藤されると思うんですよね。自分自身に厳しくしすぎていたところがあるんじゃないかなって思うんですが、ここ現状を変えていくことで、だんだんと自分の心が緩やかになってきてっていうね、自分が変えようと思ってやればやるほどそれが結果となって現れやすいのがこの2ヶ月目です。2ヶ月目、これね、再スタートとかね、リスタートとかそういう意味もありますし、審判のカードなので、今この現状で自分がやり始めることに対しての結果が出ますよってことを言ってるんですね。お知らせがやってきますよって。今までの行いに対して、それはじゃあどうだったのかなっていう、多分ね、これがね、テーマとして入ってくるのかなって思うんですよね。カップのナイトさん、純粋に自分の気持ちを相手に届けに行く、これがあなた様の姿なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。いかに自分の気持ちをお相手に届けに行くのか、なかなか消極的で進めなかった方もいたかもしれないけど、それから進んでいこうっていうふうに切り替えて頑張った方は頑張ったなりの成果が出てくるとか、頑張らなかったから成果が出ないとか、頑張ったから成果が出るっていうわけではないんですが、このカップのナイトは愛を届けに行くカードなので、やっぱ横に出てきてるってことは、現状ではどうしたらいいんだろうって、前に進むか進まないかっていう感じで、お相手にね、本心聞こうか聞かないかとか、告白するかしないかとかね、そういうことで悩んでいる消極的な方も多いのかなっていう感じもするんですが、頑張ってやってみよう、自分のやり方を変えてみようっていう感じですね。そしてあまり自分を責めないでねっていうのが入ってきているので、自分自身を厳しくしすぎることなく、あとはそうですね、自分自身を厳しくしすぎることなくっていう感じもするな。諦めないでっていうのもあるので、いろんなやり方を探してみよう。そうすることでここで大きな結果が出てくるんじゃないかなというふうに思います。ただどうしても今のこの現状で自分自身がどうやって恋愛を進めていいかわからない、なかなか手応えを感じないっていう方もいると思うんですね。で、1ヶ月目ですぐにこの神展開はなかなか1ヶ月目では感じられないかもしれないですね。その手応えっていうのがあまり感じられない、まだですね。まだそこまでは届いていない。でももうすぐだよってこともここでね、分かってきています。2ヶ月目に必ず結果が出るので、1ヶ月目まだ焦りは禁物ですね。必ずいい方向に向かっていくので、自分自身のバランス感覚をとても大切にやっていってみてください。この2ヶ月目で自分に自信を取り戻したりとか、いい結果、いいお知らせが入ってきたりとか、頑張ってきたことに結果が出始めることで、かなり明るい気持ちになっていくんですね。自分の心に色がついてくるように感じられると思います。で、3ヶ月目、先ほども言ったように、また何か自分の中のこだわりとかが出やすくなってしまうのかなっていう感じもするんですが、自分の望んでいない状況から今の状況を変えたい、もっと変えたいっていう風に思うようになってくるかもしれませんね。この3ヶ月目で。2ヶ月目に手応えを感じたから、またさらに先へっていう風に自分の心が現状よりも先に走り出してしまう可能性もあるんですよ。まずここで少しね、そういう風に感じてしまったら踏みとどまって、そして一歩ずつ踏み出していこうって、ここで少し走り出してしまうかもしれませんので、少しゆっくりペースを落としてやってみようねっていうのもここのカードから伝わってきます。まず神展開が起こりそうなこの2ヶ月目について深掘りをしていこうと思います。どういうことが起こるのか、この2ヶ月目。
でジャッジメント、再スタート、再生とかもあるので、もしかしたら復縁でご覧になっている方は復縁がここで叶うような感じもあります。もしくは自分自身の恋愛観において何か一つ大きな決断が下される時かもしれません。詳しく見ていきましょう。それではオラクルカードからもらっていきましょう。そしてこちらのね、ロマンスエンジェルカードからも恋愛どうなっていくのかなってもらっていきますとかね、めくれてきました。これももらっていきましょう。まずこのマーメイド&ドルフィンからは結構穏やかなユリのカードも出ていますね。そしてあとはタロットカードからももらっていきましょう。最後にごめんなさい、これちょっと飛びすぎたので一回しまいますね。これを一回しまって、よし。タロットカードからももらっていきましょう。1枚ずつね、ここはもらっていこうかなと思います。はい、それではめくっていきますね。少し入るように。はい、そして、まずこうだよね。ソードの6、いいですね。出ているのと、カップのキング、カップのキングが出ている。いいですね。そして、こちらはタワーのカード出ていますね。これで、そうですね。なんかね、とても、この2ヶ月目、何かね、大きな結果とか今までの頑張りが報われるとか、そのような神展開が起きてくると思うんですが、詳しくここからね、メッセージをもらっていってるんですが、こっちとこっちとね、はい少し見づらくてすみません。これでね、見ていきましょう。この2ヶ月目に起きていく神展開、そしてアドバイスとかをいろいろもらっていくんですが、2ヶ月目やっぱりこう新しいところへ向かっていく自分の恋愛に対するね、こう未来へ向かって歩み出すとか、新しいやり方に向かって自分が進んでいく、この結果が出たからこそまたさらに新しくね、自信を持って取り組んでいこうっていう風に思えたりとか、海を渡って向こう側へやっていこう、進んでいこう、相手と一緒にっていうような気持ちであなたが取り組んでいくっていうのが出てきていますね。諦めそうになっていたことでもやっぱり頑張ろうっていう風に思ったりとか、それに対しての結果が出てくる。そしてカップのキングも入ってきているので、とても優しく包み込んでくれるような愛情に包まれるとか、そういうお相手がね、そういう風に接してくれるとか、あなた様とお相手の間に揺るぎない信頼のもとから大きな愛が生まれてくるとかね、そういうようなこともあります。確かに復縁っていうのも大きくあるんですよね。例えば、喧嘩した方であれば仲直りができるとか、お相手からなかなか本心が聞けなかったのであればちゃんとお話をして本心を聞くことができるとか、片思いの方でも自分のアプローチの仕方がはっきりと見えてきて、それが形となって結果が現れてくる。それで新しいステージへお相手と一緒に迎えるとかね、そういう嬉しい神展開がありそうなんですね。なんか諦めてきたこと、諦めかけそうになってきたことに結果が出て、やっぱりやっていこう、このやり方で新しく次のステージへっていうような感じがね、この2ヶ月目にやってきそうです。
でアドバイスとしてはこちらからもらっていこうかなと思うんですが、そうですね、何かこうね、自分の気持ちを試されるようなことがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。少しね、このジャッジメントのカードと、天使さんと天使さんが上にいるのが少しね似てるかなっていうふうに思ったんですね。自分の例えばですけど、復縁で見ている方であれば、お相手と離れている時の自分の過ごし方とか、いかに自分がどういうふうに気持ちをね、メンタルとか気持ちとかを立て直して自分なりに前へ進んでいくことができるのかとか、お相手に復縁を切り出していく時もどういうふうに切り出していくのかとか、どういう心構えでいくのかとか、そういう自分の心っていうのがかなり入ってくるのかなっていうのが感じられますね。あと復縁で見ていない方、片思いの方でもお相手の気持ちがなかなか見えないとか、今の現状に対して自分がどういうふうにやっていけばいいかわからないとか、諦めそうになっているとか、そういうふうな時孤独感を感じやすくなってしまうんですね、どうしてもやっぱり。でそこに対していつまでも自分が寂しいとか、なかなかこの恋叶わないなとか、カップルの方とかパートナーのいらっしゃる方でも意思疎通がうまくできないなっていう風に感じてるこの現状に対してどういう風に自分がここで今どう動いていけばいいのかなとか、それはもしかしたらお相手の心の中まで見えないから不安に思っているのかもしれないし、お相手がどういうふうに考えているのかわからない。その反面、自分自身もお相手に対して、こういうふうにね、門を閉じてしまうような場面もあるのかもしれない。なかなかこの門を越えて先へ行けないとかね、そういう風に感じる時がやってくるとか、こういうのもテーマとしてあるんじゃないかなっていう風に感じるんですよね。いかにこの門を開けてくぐり抜けて飛び越えていけるのかとかね、そういうのもあるのかなと思います。寂しいとか、もっと一緒にいたいとか、そういう気持ちどうしても出てきてしまうような気持ちでも、これってすごく悪いことじゃなくて自然なことなんですよね。恋愛していたら誰でも湧き上がってくるような感情です。もっと相手のことが知りたい、本音を知りたいとか、付き合いたいとかね、自分の望みを叶えたい、だけどうまくいかないからとか、期待していた通りにはならなかったからとか、理想通りに計画が進まないから、だから寂しさを感じやすくなってしまったりとか、お相手により求めてしまいやすくなってしまったりとかっていうのが出てきてしまうんですね。お相手の心が見えないから自分の心も閉ざしてしまったりっていうのも出てきます。ここをいかにどううまく付き合っていくのかとか、どう乗り越えていくのかっていうのは、周りの人の力を借りることも時には必要になってくるかもしれません。落ち込んだ時とか、どうしたらいいかわからないとか、モヤモヤするとかっていう時にお友達にお話聞いてもらうとか、愚痴でもいいと思うんですよ。もうちょっと聞いてみたいな感じで聞いてもらうだけでもかなりすっきりするんじゃないかなっていうのがありますね。で、お話を聞いてくれるお友達も結構心が広くて、話を受け止めてくれてアドバイスくれたりとか、ただ寄り添って聞いてもらうだけでもすっきりするのかもしれません。迷ったりとか悩んだりしたら、誰かを頼ってお話ししてみるとか、話すのがね、なかなかね難しいなっていう方は、自分で日記をつけてみるのもいいと思います。自分の素直な気持ちを文章に起こしてみる、書き起こしてみる、日記をつけてみて、後から振り返って自分の気持ちを整理していくっていうのが結構いいんじゃないかなっていう風に感じました。で、もやもやした気持ちとかを文字に起こすだけではなくて、こういう風にやっていきたいっていう自分の願いだったりとか、どういう風になりたいのかとか、どういう風に自分が変わっていきたいのかとか、望み、願い、理想とか、そういうことも書いていくといいんじゃないかなっていう風に思います。自分が自分らしさを保っておくためにとか、自分の気持ち素直にいるためにとか、自分のこの
純粋なる気持ちをお相手に届ける、これがかなりねテーマになってくるのかなっていうのはあるんですが、必ずこの2ヶ月目で大きな結果が出てきます。あなた様が頑張れば頑張る分だけの結果が出る、頑張れば頑張った分の結果は出るんですが、どういうふうに頑張るか次第で結果も大きく変わってきます。なのでここはあまり急がず慎重になって、ゆっくりと自分でどういうふうに進めていったらいいのかとか、どういうふうにこの壁を乗り越えていくのかとか、自分自身の戦いになってくるところもあるかもしれません。少しお相手と距離をとって考える時間とかも出てくるのかもしれないですし、ただ待っているだけじゃ変わらないっていうふうに感じるのかもしれません。もう少し自分の人生シンプルにやっていこうよっていう風にカードは言ってるんですが、すごく自由にねブランコに乗って楽しそうに虹を見ながら、優しいこの人魚さんがいるように、もっと自分の心を解放させてとかリラックスさせたりとか、あとは本当に分かりやすく自分のお部屋の片付けをしたりとか、今自分にとって必要ではなくなったものですね、もう分かりやすく本当にお洋服だったりとか、調味料とかね、冷蔵庫の中整理してみるとか、クローゼットの中の、しばらく使ってないなと思うものを処分してみるとか、断捨離をしていくことでもっと自分の生活がシンプルになって、より自分の目標が分かりやすくなるとか、自分の気持ちがクリアになっていくっていうのもあるんですよね。ここかなりいいカード入ってきているので、いろいろと参考にしてみてください。そしてこちらのお選びいただいたカードからもメッセージがあるので、こちらからももらっていきましょう。これはですね、やっぱり自分の直感に耳を澄ましていこうねっていうのを教えてくれています。なので本当に自分のやりたいことだったりとか、自分にとって障害になっているもの、自分自身苦しめているものは何だろう、自分で自分のことを追い詰めすぎていたのかもしれないってことに気づくのかもしれない、助けてくれる友達がいることに感謝していくとか、いろんな気づきが出てきます。もっとシンプルに考えるともっと生きやすくなっていくよとか、動きやすくなるよとか、落ち込んでいるだけだと何も始まらないから、遊び心、自分の心に余裕ですよね、余裕を持って生きていけるような心のスペースを空けようねってことも言ってるんですよね。あなたの直感に耳を澄まして、今は心の種まきの時期でもあります。この種がいずれ花を咲かせて、いずれ芽吹いて花を咲かせて、色とりどりのお花がたくさん咲いていきますので、今は種まきの時期なんだなっていう風に考えながら、そしてあなたの心の願いに光を灯していきましょう。そういうのも教えてくれています。そうですね、もうね明るい自由なカードが出てきているので、なんか動けなかったとか、行動になかなか移せなかったとか、相手の出方を待っていた方もいるのかなっていう風に感じます。なんかそれあまりね、相手のことばかり考える時間だけじゃなくなっていくよっていうような感じがするんですよね。もちろんそれは諦めるとかね、やめるとかではなくて、もちろん恋する気持ちを持ちつつも、なんかもっとなんかそれだけにとらわれすぎずに、だけど好きな純粋な気持ちはありながらも、あなたがあなたらしく生きていけるためにとか、あなたがあなたらしくとか、あなたの魅力のままに過ごしていけるような方法を見つけていくんじゃないかなっていうふうに思います。この2ヶ月目を通して新しいステージに行くってことは、自分がとらわれることなく、もっと心を自由に軽くなって、そして純粋にお相手を求めていけるような環境になっていくんじゃないかなっていうふうに感じます。あなたの今思うままに、心のままにとかね、心を整理して軽くして、そしていろいろ種をまいてみましょう。今自分の気持ちを整理する時です。環境だったり気持ちだったり、いろいろ日記をつける、掃除をしてみるとかして、自分の気持ち、余裕を持たせてみてください。こちらを以上、アドバイス、メッセージとしていただいていきました。1番をお選びいただいた方、こちらに月のマークがあるんですよね。なのでラッキーモチーフとして月っ
っていうのをイメージしてみてください。もし分かりづらければ夜空の月を眺めるとかそういうことでもいいと思います。あとは月をモチーフにしている服だったり小物だったりとか文房具アクセサリーとかそのようなものを身につけてみるとか画像をね撮っておくとかしてみてください。月はやっぱり満ち欠けしていくものでもありますし、私たちの直感力を高めてくれるものでもあります。ですので月を見て自分の気持ちを考え直してみる、見つめ直してみる時間を持つとか、あとは月の代わりにキャンドルとかライトで灯してみる。少し夜暗くして、お部屋を暗くして明かりを灯してみて、その中で自分を瞑想して何をしたいのかなっていうのを考えてみるとか、そのような時間を持ってみるのもいいかもしれません。なかなかそのような時間がないなっていう方は月のモチーフのアクセサリーを身につけたりとか、なんかこう月っていう風に考えてパッて浮かび上がるようなもの、映画とかアニメとかでもね、なんか漫画本とか何でもいいです。自分でご自身の中で月って言われたらあーっていう風に思うものがあればそれを意識してみてください。以上、こちらが1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。2ヶ月目、ぜひ期待して今から種まきいろいろ始めてみてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それではこちら2番、What's Your Honest Truth？ こちらをお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはですね、今3ヶ月以内に起こる神展開、恋愛に関する神展開について見ていこうと思います。またカードをたくさん使用していきます。今回はタロットカード、正逆すべて採用して見ていきます。というわけで、まず現状を見ていきましょう。こちらは片思いの方、出会いを求めている方、そして両思いとかパートナーのいらっしゃる方、すべての方ご覧いただくことができます。それぞれの関係性とか状況に置き換えてご覧になってみてください。では、こちらのルノルマンカードからももらっていきます。飛び出してきたのが無知のカードですね。もう1枚もらわせてください。また飛び出してきたあなたのカードですね。レディーのカードが出てきている、淑女のカードが出てきていて、まず現状を見ていきます。カップの4逆1、そしてこれも逆1でカップの7。今そうですね、今の現状を変えていくのは自分自身なんじゃないかなっていう風に感じているのかなっていう感じがすごく強く、本当に強く入ってきています。今の恋愛を動かしていくのは私自身なんじゃない、自分自身なんじゃないかなっていうのをすごく考えているし、迷いが晴れたっていうのもあるんですよね。どうやってやっていこうかなとか、この恋ね、諦める諦めないだけではなくて、どう進めていく、どうアプローチしていくとか、押す引くとか駆け引きのことかもしれないし、パートナーとどういう風にこの先やっていこうかなとか、いろんなそれぞれの恋の道の行方ってありますよね。それについて自分自身で今考えていたことに一区切りついた。だから新しいやり方を見つけた、迷いが吹き飛んだとか、一つ選択することができたとかね、もっと今の現状を抜け出してもっともっと明るい先、吹っ切れたっていう感じがすごい入ってくるんですよね。悩んでいたこと、見えなかったこと、もしくはなかなか進まなかったことに対してもうはっきりと道が見えたっていう感じがすごく入ってきます。ロマンスに向かって道が開けてきた。そしてそれを決めたのは自分自身だし、自分の力、あとは自分の力というか自分のやり方次第でこの先いろんな可能性が広がっていくような気持ちにもなっているし、とてもね今ね
一つの道に向かってやっていこうとかね、もちろんやっていくっていうのはアプローチするだけではなくて、自分なりのやり方を見つけたとか、そういうことがすごく強く入ってきています。なんかもうね、迷ったりとか悩んだりする時期はもう過ぎたんだよって、もう選んだから、選択したから、こういう風にやっていこうっていう風に決めたからやっていくんだ、自分自身の心と決着がついたんだとかね、そういう感じですねがすごい入ってきます。でもそうですね、何かこう自分がすごくひどく傷ついたからとか、そういうのはあまり感じなくて、どちらかというと悩んでいたことが一つに絞れたとか、選択肢がねいっぱいあったんだけど、それを一つに絞れた、見つけた、一つの道を見つけたとか、もうなんかこんな日々の繰り返しはもう終わったんだとかね、そういう風な感じがしてきます。強い気持ちが現れてきますね。そしてはっきりした気持ちも感じられます。で、現状を見ていったので、これから3ヶ月以内に起こることを見ていきましょう。それはこちらのカードからもらっていきます。今まで自分の気持ちだったりとか、そうですね、気持ちが関係することが大きいかなとは思うんですけど、やっぱ恋愛っていうのはやっぱり気持ちですよね。愛、恋、気持ちとか、ちょっとこれたくさん出て2枚出てるので、ちょっとこれ同時に出たので2ヶ月目同時でもらっていきますね。でもね、これね、カップの9とソードの9で、もらっていくんですけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっと2ヶ月目にすごく大きな流れがやってくるんじゃないかなっていう気持ちがあります。自分の中で迷いが晴れて、その夢に向かって自分の願い、理想とか目標とか、恋愛こうしたいなとか、そういうのに向かってやってきたことが2ヶ月目で叶うっていう風に出てるんですよね。カップの9が出てるので正位置で出てきてるんですよ。なので自分の理想が現実となって現れるとか、自分が目指していたものにたどり着ける、欲しかったものが手に入る、お相手の気持ちが見えるとかね、何か自分にすごくね、とっても嬉しいこととかね、すごいね入ってる、あなたの願いが叶いますよっていうのがもう入ってきてるので、すごい神展開になると思いますよ。で、印象に出てきたのがソードの9なので、もうあなたが泣いたりとか苦しかったりとか悩んだりしてきた思いっていうのがここで全て解消されていきますっていうのも出ていますね。今まで抱えていた心配事とか、自分のなんかモヤモヤした気持ちっていうのがだんだんとなくなっていて、もう心から安定していくよ、大丈夫だよってことが言われています。2ヶ月目ですね。もう精神的にもだいぶ落ち着いて、そしてね、もう夢が叶うね、実現するカードが出てきているので、もうね、気持ちがすごく安定するのはわかります。でも夢が叶うっていうのは、あなたが今ここで迷いとかを断ち切ったりとか、自分で選んだ道があって頑張るからこそ、自分の心が安定してきてね、目指すものが決まって安定してきたからこそ掴み取れるのがこの2ヶ月目なんだよってことも同時に言われています。なので本当にすごくこれからあなた様はまっすぐに向かって頑張っていくっていう感じが伝わってきますね。で、1ヶ月目見ていきましょう。1ヶ月目はこちら、ソードのページ正位置で入ってきてるのと、3ヶ月目はこちらですね。これも10オブソードなので、もう悩んでいたこと、迷っていたこと、本当にもうここで解決されて願いが叶ったから、もうあとは朝日が出てくるだけなんだよっていう感じですね。2ヶ月目でバーンってはっきりと願いが叶う。で、じゃあ叶ったからじゃあその先どうなるこうなるっていうのは、もしかしたら1ヶ月くらいかけてゆっくりと周りの環境が変わっていったりとか、日の入り、朝日が昇ってお日様の顔がちゃんと見えるまで数時間かかるかのように、丸1ヶ月間通してあなたの元に太陽が出てくる、ちゃんとした
丸い太陽が顔を出してくるっていう感じですね。あなたの上に登ってくるっていうような3ヶ月目なので、2ヶ月目わーいわーいって願い叶ったぞってなって、あとはじっくり基盤固めていこうねっていう感じもします。1ヶ月目はどちらかというと慎重に取り組んでいる姿が見えます。ここで今決めたこと、もうすでにあなた様の中で、自分の中ででも多分分かってらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。ここ自分の決めた道っていうのがすでにあるとか、確固たる決意とか覚悟、気持ちっていうのがもう見えているので、あとはもうそれに向かって頑張ってるんだよ。ただなんていうのかな、ただがむしゃらにねまっすぐ頑張るっていうよりは、自分のペースを保ちつつ、そして周りの状況を見つつとかね、決して自分だけ突っ走るわけではなく、周りの歩調に合わせながらとか、あとはお相手のね様子を見ながらとか、慎重にマイペースにゆっくりと前進していくっていう感じですね。でそして自分のメンタルが安定してくるからこそ願いが叶っていく。そしてその後もちゃんと落ち着いて対処していけるとか、環境を変えていける、願いが叶う他にも、それに伴って自然と周りの環境も整い出していくよっていうのが言われています。とても素晴らしいね。もう現状からしてもすでに道が見えている、開けている状態ではあるんですが、未来もすぐそこに素晴らしい結果が待っています。ではこれからねの展開を見ていったので、あとはアドバイスをもらっていきましょう。ここはカードをたくさん出しながらアドバイスをもらっていこうと思います。今まで自分に課していたことだったりとか、今まで自分の中で厳しくね自分のお尻を叩いて頑張ろうっていう風に思っていて頑張っていたところもあったかもしれない。だけどそれもねやがて自然とゆっくりとほぐれていって、もうねあまり自分自身を自分のお尻をね叩いてね走っていく必要もないんだっていうぐらい心にゆとりができてくるんだと思います。これが3ヶ月目のことですね。ここからもらっていくのと、何枚かカードをたくさん出していきましょう。そうですね、そっか。そしたらこれアドバイスとしてもらっていくので、この2ヶ月目のこの神展開、もうね具体的に見ようかなと思ったんですが、もうでもすでに願いが叶うっていう風に言ってるので、しかもこのソードの9の逆位置も出てきているので、もうあなたの今まで頑張ってきたことが報われるんだよって、流していた涙ももう全てもう飛んでいくぐらい明るいようなことが待っているよってことを本当に言われてる。180度自分の気持ちとか環境とか見方が変わるような展開があるよってことももうすでに言われているので、ここに対して具体的にどういうことがあるのって聞かなくてもいいような気がしてきますね。なのでそうですね、2ヶ月目に何があるっていうよりは、もう全体的なアドバイスとしてもらった方がいいのかなというふうに思います。なんかもうあなた様自身がしっかりともうなんていうんだろう、もうこの先自分の行く道とかやり方っていうのがすでに決まっていて、ちゃんと実行していってるよっていう流れが本当にできているので、もうこれ以上なんかカードからなんていうんだろう、なんか深掘りとかしなくてもあなた様なら大丈夫っていう感じでねカードが言ってるんですよね。ただ自分自身をねあまり追い込みすぎなくてもいいんだよってこともカードが言っています。どこかしら自分自身でなんだろう、なんていうのかな、道は見えた、進むだけだ、もちろん周りの環境も見ながら進んでいくぞっていう感じはもちろんあるんですけど、どこかしらその頑張ろうっていう気持ち、すごく活力にあふれている気持ちの中にちょっぴりだけ無理をしているところもあったのかなっていう感じも少しだけね、本当に少しだけなんですがするんですよね。で
もう大丈夫、もっと自然体でいても大丈夫だよっていうのはカードからは伝わってきます。だけどそれ以上に願いが叶っても気持ちがねすっきりするっていうのが言ってるんですよ。そしてあとはこちらからですね、もう全部のカードから最後笑っていくんで、これからもおっと出てきたのがソードの6。もう新しいところへ行くよっていうのが飛び出してきているので、もう新しい世界へお相手と一緒に次のステージへ自分たちがレベルアップするっていうのを言ってるんですよね。これね多分ねこの後かなっていう感じもするんですよね。これねかなりね騒動出てきているんですけど、全然ね逆位置ですごくいい意味になっているし、これも新しいところへお相手と一緒に向かっていく、新しい世界へ2人で歩んでいくっていうカードがあるので、本当にすごく自分の道がちゃんと決まっていて、そしてお相手を連れていくぐらいの勢いがあるんじゃないかなって思います。でコウノトリさんのカードが出ていますよね。すごい素晴らしい。もしかしたらこれね移動のカードも表しているんですよね。このソードの6もほら船に乗って前に進んでいくじゃないですか。だから明るい先へ2人で向かっていくとか、環境が変わる、もしかしたら中には同棲するとか、ご結婚とかね、そういう方もいらっしゃるかもしれない。環境が変わるっていうのも入っているので、住んでいる場所が変わるとか、お仕事を変えてお相手の近くに住むとかね、そういうような可能性も出てきますね。であとはこちらのタロットカード、スターのカードが入ってるんですよね。すごい、これねすごいですよね。もうあなたの望みがね叶っていく、大丈夫だからね、叶った後も常にあなたには心に光が宿っているから、お相手と2人で協調してやっていけるから大丈夫だよっていうのも言ってるんですよね。もうアドバイスがもう全部背中を押してくれるようなカードがすごくねあるんですよね。このコウノトリさんもお相手とあなたがね一緒にね背中に乗せて一緒に歩んでいるような感じもするので、すごく素敵だな、いいなっていうふうに思います。すごく素晴らしい。そして次のオラクルカードからもねもらっていきましょう。アファメーション、そう毎朝やっぱり本当にあなた様自身が自分自身でこうだって、こうしてやっていこうとか、私の願いはこうなんだとか、こうなっていきたいんだっていうのが本当にはっきりしてるんだなっていうのが伝わってきますね。そのためにもしかしたら日記をつけている方もいらっしゃるかもしれませんね。とか、ブログとか SNS とか、Twitter とか使ったりとかしながら、今自分がこうしていきたいとか、こうやってやっていこうとか、そういうのを定期的に更新されている方もいるかもしれません。そしていつも自分がポジティブで前向きで願いを叶えていくためにどうしていけばいいのかっていうのも常に考えている、前向きにねすごく明るく捉えているパワーがあるっていうのもすごく伝わってくるんですよね。素晴らしい、情熱もすごく感じられます。一つのことにやっぱり区切りをつけるとかね、そういうのも一番最初に言っていた通りのこともアドバイスとして入ってきていますね。自分の願いを叶えるために本当にどうしたらいいのかっていうのがはっきりともう見えている、自分のやり方っていうのが見えている、もう大丈夫だよ、座って考え込むような時間っていうのがだんだんとなくなっていく。もう次々ともう新しいところっていう感じで、自分自身がもっと前にってね、心がね前にっていう風に明るい意味でですよ、決して無理をしているわけではない。本当に前に明るく進んでいこうっていうのがすごく入ってくるんですよね。なのでもう立ち止まったり座り込んだり悩んだりとか、泣いたりとかね、そういうことももうない、終わっていく。この先ね、もうあなたの願いが叶った後っていうのも、もう明るい未来がずっと続いていくよってことも言われています。環境の変化はあるとは思います。でもこの環境の変化も本当に自然に受け入れてやっていくんじゃないかなっていうのがありますね。そしてあとは、
あなたが今ここ決断をした理由だったりとか、もう退屈だった日々を抜け出したこの気持ちだったりとか、たくさんの選択肢の中から今選んで進めていること、それに対してのあなたが今そのために向かっているための、なんていうのかな、理由っていうのかな、なぜこの道を選びましたかとか、なぜこの悩みから抜け出していったのかなとか、そういうね、理由っていうのがはっきりとあるっていうのが本当に伝わってくるんですよね。なんか理由っていうとすごい堅苦しく聞こえちゃうので、あまりちょっと言葉的には向いてない、合ってないのかもしれないんですが、本当にこんな風に明るく柔らかい感じで、自分の心の中に光が差し込んでくるかのように道がどんどんと開けてきて、そしてなんで自分がこういう風に進んできたのかなっていう自分の気持ち、本当の自分の本音だったりとか、自分が正直な気持ちとかね、自分の本心っていうのがはっきりと見えてきたから、願いが叶ったりとかモヤモヤが消えていくんだよっていうのを言われていますね。お相手と本音で向き合っていく、自分自身と本音で向き合って対面していくから解決していくとか、願いが叶っていくとか、これからの関係がどんどんと変わっていくんだよってことを言われています。あなたは自分の心の中にどんな真実を見つけていきますか？自分の心に正直になって何を見つけましたかっていうのも言われています。その見つけたことの答えが2ヶ月目に返ってきます。かなりね、大きな展開、神展開になると思うんですよね。黒い背景だったものが真っ黄色、明るい黄色のね、光のカードに変わるので、本当に黒い思いをしていたものが明るい黄色になる、そんな風に自分自身が感じられるぐらい明るい先が待っていますので、ぜひお楽しみにしてください。なんかね、アドバイスっていうアドバイスが、カードがね出てはこなかったんですけど、こうした方がいいよとかそういうのは出てこなかったんですが、ただ、常に自分の気持ち見てみてくださいねとか、自分の気持ちに素直になっていてくださいねっていうのは言っています。あと何かね、悩んだりとか、立ち止まることがもしあるんだったら、こうやって決めて進んでるけど、たまにねちょっとね、大丈夫かなっていう風に不安に思う時とかがもしあれば、朝日を浴びてアファメーションしてみましょう。自分の夢はこうだっていう風にね、またね考える時間、朝日を浴びながら自分の夢とか実現したいこととかについてふと考える時間、一瞬だけ持っていきましょうねっていうアドバイスは入っています。こちらぜひ参考にしてください。以上、こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。そしてここお選びいただいたカードにこの絵がついているんですが、このね、ひし形っていうんですか、この形のものがラッキーアイテムとかね、ラッキーマーク、とかね、そういうものとしてお受け取りください。私は、なんかこうアクセサリーっていうのがパッて入ってくるんですよね。あとボタンとか。なのでこういうひし形の形をしたボタンを、例えばね、ボタンだけ買ってきてボタン付け替えてみるとか、ちょっとね付け替えるのめんどくさいなと思ったら、こういう形のピアス、ネックレス、アクセサリーをつけてみる、指輪をね買ってつけてみるとか、小物はちょっとねっていう方であれば、こういうひし形のものをイメージしたものを、自分の、写真の中に残しておく、ライブラリの中に残しておくとか、自分の待ち受け画面、録画面とかに残しておく、つけておくとか、そういうのもいいと思います。なんかね、アクセサリーっていうのもすごい入ってくるんですが、アクセサリーが難しいなっていう方はひし形のものっていう風に捉えてください。はい、またね、これからもいろんなリーディング動画を投稿していきますので、これからもぜひ応援のほどよろしくお願いします。よろしければコメントや高評価、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それではこちら、クリエイターアルケミーをお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは3ヶ月以内に起きる恋の神展開について見ていきます。タロットカードはすべて制約採用で今回は見ていきます。
まずは現状から見ていきましょう。今あなた様が抱えていることはどんなことなのかとか、あとは心の中の思っていることだったりとか、そういうのを見ていきます。あとは周りの環境とかもですね。はい、ではこちらのルノルマンカードからももらっていきます。はい、では見ていきます。まずは、ペンタクルスの5、正位置で入っています。そしてもう一つはジャスティスの逆ですね。あとはルノルマンカードは子供のカードが入っています。今自分の恋愛に対してどうやっていったらいいかわからない、さまよっているような気持ち、心の中はだし、周りの環境も自分にとってなんかね不公平だなって自分が感じるとか、周りがなんかね自分に冷たくしてるんじゃないか、冷たくされてるんじゃないかっていう風に感じやすくなってしまってるような状況。実際それが本当に周りの人が自分に対して厳しく接しられてるとかっていうような状態の方もいますし、そういう風にね余計感じやすくなってしまうような状況でもあるのかなという風に感じます。今お相手との恋愛を進めるにあたって障害があるとか、今乗り越えなきゃいけない、分かっている、何をどうすればいいか分かっているんだけど、どうもこうも足が出ないとかね、なかなか発想が出てこない、どんなやり方をしたらいいかわからないとかね、そういう行き詰まったような状況をすごく感じます。そして決められないとかね、何を決められないのっていうと、計りにかけるんだけど、計りにかけてどっちを優先すればいいかわからないとか、何を計りにかけるのっていうと、やっぱりここはお相手と自分の気持ちだったりとか、自分の気持ちはこうしたいって思ってるけど周りの環境がそれを許さないのっていうことかもしれないし、お相手の心が見えないっていうことかもしれない。あなたの中で計りにかけていることがあるんだけど、それが逆に自分にとってバランスが取れないというか、どこかなんかね不公平だなって感じやすくなっていたりとか、もちろんね実際ね感じるだけではなくて、実際そういうような状況の方もいると思うんですよね。過去にとらわれている方もいるんじゃないかなっていうような感じもします。どれだけ純粋に思っていても、どうしてこんなに環境は厳しいんだろうかとか、どちらかというと環境のこととかもすごい入ってくるし、あなたの心の中の決められないというか、なんか違うな、この環境を望んでいない、もちろんね苦しい、多分環境的に苦しいんだと思います。で、環境だけじゃなくてお相手のことだったりとか、自分自身のことだったりとか、これは出会いで見てる方でも片思いの方でもパートナーのいる方でも、全ての方に当てはめてご覧いただけるんですが、どの立場の方でも今自分の抱えていることとか環境のことでなんか違うなっていうふうにすごく考えているんじゃないかなっていうのを感じられますね。本当は心の中に純粋な気持ち、こうしたいとか、もっとシンプルにうまくねいくだけのことなのに、もっとなんか気持ち一つあれば済むだけのことなのに、何をそんなに周りのことを気にしたりとか、あとはもしかしたら周りのモラルだったりとか、モラルというか、会社で言ったら会社の規則だったりとか、社会のルールだったりとか、なんか家庭環境だったりとか、なんかそういうルール規則とかそういうものにとらわれすぎていたりとか、もっとそういうのから抜け出して自分の心のままに進んでいけたらいいのになとか、そういうのを感じてる方がいらっしゃる、多いのかなっていう風にこのリーディングからは感じられます。とてもなんかね苦しいんだよ、
っていうのもあるし、なんか自分の気持ちを曲げてあえて自分の気持ちを押し殺して今の環境を耐え忍んでいるっていうような感じもすごく感じられますね。なんかお辛いのかなっていうふうに思います。ではこのような現状が感じられてきたので、これから起こる神展開3ヶ月以内で見ていきます。早速ですが3ヶ月以内どんなことが起きるのかっていうのをこちらのタロットカードからもらっていきます。今とても苦しい環境、状況、心の中、もがきたくてもなかなか結果が出ない、もがいても結果が出ないとか、もがくことさえできないのかもしれない。そんな中、誰からの救いもないような状況の中、どんな風に変わっていくのか。まずこれが1ヶ月目です。はい、これが2ヶ月目。そして3ヶ月目です。では見ていきましょう。1ヶ月目がこちらですね。ここでもジャスティス、同じカードですね。ジャスティスの逆で同じく入ってきてるんですよね。かなりここがね強く言ってるんですよね。もしかしたら周りの環境かもしれないし、あなた様自身の心の中のことかもしれない。思うようにいかないっていうのをすごく強く言ってる。そして10オブカップの逆位置でここが入ってきていて、3ヶ月目はじゃあどうなのかっていうと、3ヶ月目はクイーンオブワンズ、クイーンオブワンドの逆で入ってきている。そしたらこの1ヶ月目から3ヶ月目で見ていくと、3ヶ月以内に起こる神展開っていうのが、正直なところ今の環境から抜け出すにはいろいろな手を尽くしていかなければいけないんじゃないか。いろんなやり方とかアドバイスをもらったりとか、心の整理をつけるだったりとか、いろいろやらなければいけないことが山積みになってきそうな感じもするんですよね。で、あとはあまり自分自身を追い込みすぎないことっていうのもありますし、焦りすぎないことっていうのもあります。3ヶ月以内に起こる神展開を見ていきたかったんですが、この感じだと3ヶ月以内には神展開が本当に神っていうね展開、ガラッと変わるようなことだったりとか、そういうようなことあるんですが、期待しているぐらいの大きさかって言われたら、なんかそうでもないような感じがするんですよね。なのでもしかしたら歩みは遅いかもしれないんですが、この先も覗いてみましょう。なかなかあなたの今叶えたいと思っていること、望んでいること、こうなったらいいなって、抜け出したいなって思っていることっていうのは時間がかかることなのかもしれない。なんだよ、3ヶ月以内に起きる神展開ないのかよっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、落ち着いて見ていきましょう。じゃあ4ヶ月目はどうなのか。4ヶ月目、スターね、聖一、希望が出てきたってことは、この4ヶ月目でかなりここガラッと変わる、逆で来てるんですよね。でしかも逆だからいい悪いっていうのはなくて、そのカードによって逆になればいい意味を持つものもあるし、正一の方がいいっていうのもあるんですが、ここの3つのカードはどちらかというと正一であれば嬉しかったなっていう感じのカードの並びなんですよね。でもここで大きく正一でスターっていうポジティブなカードがドンと入ってきてくれたので、ここすごく神展開になるんじゃないかなと思います。ちょっと3ヶ月過ぎちゃった、ごめんけどすごいでっかい明るい星入ってきたから安心してねっていうのが入ってきてますね。星のカードか。はい。で、まず流れをねまず見ていきましょう。何をそんなに難しいっていう風に思ってるのかな。今抱えていることっていうのはやっぱり1ヶ月以内にはすぐにどうこうなるとか、例えば周りの環境がガラッと変わってすぐに今まで例えば雨風打たれているような気持ち、環境の中からいきなりパーって晴天になるとか、そういうね
そういう奇跡のようなことっていうのはまだ1ヶ月目では見えてこないんですね。ただゆっくりと見ていきましょう。一つ一つのカードに必ず意味があるので、ここは一つずつ紐解いていって、じゃあどうすればいいんだろうっていうのをアドバイスを1ヶ月ごとにもらっていきましょう。もう1ヶ月目っていうのはやっぱりいつもと違う状況で、客観的に物事をいかに捉えていくのかっていうのが重要になってくるんじゃないかなと思います。どうしても今の置かれている環境、自分の中の心のバランスも崩れやすくなっています。脆いですよね。周りが冷たいっていう風に感じるとかね、そういう厳しい状況だっていう風に感じてる。そうだからこそ自分自身もしっかりとした気持ちが持てなくなってきてしまうっていうね、やっぱりありますよね。心の栄養を与えてくれるような環境じゃない、土がしっかりしていない、土台が安定していないから、そこに種をまいてもなかなか芽が出づらいっていう風な環境にいるっていうのがあります。ここの1ヶ月目、どうやってコントロールしていけばいいのか、この環境の中でもじっと耐える時なのかもしれない。この土台がしっかりと整っていくまで、自分自身耕すこともできるんですが、今の状況を見ているとまだ耕す、自分でね自力で耕す力を持っていないんじゃないかなっていう感じがするんですよね。まだそこまで気力が湧いてこないっていう感じもします。なかなか自力で土を耕していけない。そうなるとやっぱり環境ですよね。雨風が止むのを待つ、晴れてくる日を待つとかね、暖かい季節になるのを待つ、耐え忍ぶっていうね、かなりお辛いとは思います。ただ、その中でも自分自身やっていけること一つずつやっていこう。少しずつね、ガラッと変えようというふうには思えないとかね、そういうような状況です。その中でもでもこっちはね剣を下ろしているからなかなか決められない。だけどこっちは剣を上に上げてるので、少し自分の中で道が見えてくる、光が見えてくるとか、決められるようになるとか、少し状況が変わってくるんですよね。ほんの少しなんですけどね、剣を下ろしてるか上げてるかだけの違いなんですが、周りから見たら変わってないよねって思われるかもしれないんですが、ご自身の中では少しずつ変わってきてるんですよね。自分でどうしていったらいいんだろうとか、例えばこの環境を抜け出すためにはどうしたらいいんだろうっていうのをだんだんと自分の心と対話できるようになってくるっていうのが1ヶ月目です。2ヶ月目になってくると、どうしてもやっぱり周りの環境っていうのがここでも続いてくるんですよね。あなた自身が周りの環境だったりとか、お相手に素直に自分の気持ちを伝えられないとか、伝えるような環境には今はいないとかね、そういうのが入ってくるんですね。相手がどうこうとかではなくて、なんか環境だったりとか、自分自身の気持ちだったりとか、環境から来る自分自身の自信が揺れるとかね、そういうのが入ってくるんですよ。原因は環境で、そこからつながってくる自分のメンタルとか、そこまで、かなり深く入り込んできてしまってるんですよね。この2ヶ月目で意識していくことっていうのは、やっぱり温かいところを求める気持ちっていうのがずっと続いています。1ヶ月目、現状1ヶ月目、2ヶ月目とだんだんと自分がこうしていきたいっていう道が見つかってくる。で、それは温かい方向へと向かっていきたい。例えばお相手と仲良くなっていきたいとか、喧嘩していたんだけど仲直りしてうまくやっていきたいとか、とても素晴らしい出会いを求めているとかね、恋人と別れたばかりだから新しい出会いを探すために今自分は頑張ってるんだっていう方もいるかもしれませんね。調和の取れた環境とか人間関係とかお相手とのつながりとか、そういうのを求める。だんだんと見えてくるんですよね。自分がこうしていきたいと思っていたこと、これは本当に何だったのかっていうのがだんだんと見えてくるようになってきます。だけど、じゃあ思えたから環境がじゃあガラッと変わるかって言ったら、ここでもまだ少し難しいっていう感じはなってですね、自分の心の変化は出てきているんですが、環境がまだそれを変わっていかない、なかなか難しいんじゃないかっていうのをね感じますね。そして3ヶ月目はワンドのクイーン、これも逆位置なんですね。だんだんと自分の中に
こういう風になっていきたいとか、もともとねこういう風になっていきたいのにうまくいかないなって思っていたことが、抱えているものがあったはずです。もやもやしていたものがあったんですよね。なんかそれを現状打破しようっていう気持ちの表れっていうのがだんだん強くなってきます。もうジタバタしたくなってくるんですよね。この環境を変えるために、もがきたくなってくるんですね。ただもがきたくなってくる気持ちとは裏腹に、周りの状況だったりとか周囲の人だったりとか、やっぱりその環境っていうのがやっぱりまだあなたの心に追いついてこないっていうところが出てきているんですね。何事も慎重に慎重にっていうのをカードがすごく告げているんですね。でも諦めないでくださいねっていうのも言ってるんですよ。今ここで耐えてきたことっていうのは必ず盛り上がりを見せるから、跳ね返す、今の環境を跳ね返すようなことがあるから、今じっと耐えるんだよって、このじっと耐えた冬があるからこそ花がたくさん開く春になっていくんだよねっていうのを感じる3ヶ月間になるのかなっていう感じがします。これをもしリアタイでご覧になっている方は、本当に4ヶ月目なので、春になる頃にはあなたの心もそして環境も花が咲く、暖かい風が吹く、春風が飛ぶとかね、そのような暖かい気持ち、環境に変わっていきますっていうのが入ってるんですよね。この3ヶ月間あなたが変えたいこととか、思い続けてきたこととか、なんとかしようって頑張ってきたことっていうのは決して無駄ではないんだよっていうのを4ヶ月目でカードが教えてくれています。ではこのような流れを見てきたんですが、そうですね、これから起こる展開を見ていったんですが、この4ヶ月目でどういうことが起きるのかっていうことと、あとはこの3番をお選びいただいた方っていうのは、この3ヶ月間、1ヶ月目から3ヶ月目までのここの間っていうのをアドバイス細かくねもらっていきたいと思います。ここはアドバイスをもらいながらいきましょう。まず1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目でそれぞれもっと細かくアドバイスをもらっていきたいんですが、どうかな。そうですね、それぞれではなくて、この1ヶ月目から3ヶ月目までのこの間のアドバイスをもらっていきましょう。どういう風にしていけばいいのかとか、どこに何がとか、そういうのをもらっていきましょう。これをもらっていきます。まずは、27番手紙のカード、レターですね。レターと、そしてこれが熊のカードですね。熊発音がまだわかんない。でも太陽のカードが入っています。始めていこう、大丈夫、大切なものを見失わないでっていうのが入ってきますね。あなたが今たとえ一人でいたとしても必ず助けに来てくれる人がいるし、あなたの背中を守ってくれる、自分の後ろをね守ってくれる大きな存在も現れる。信頼できる、安心できる、頼れるような存在、大きな存在、自分が守られているんだなっていうことに気づくのかもしれない。気づいてってことも言ってるかもしれないですね。決してあなたは一人ではないとかね、太陽を待ち望んでいた、ずっとね、だってずっと地面が雨ばっかりだから、ゆるゆるの地盤だったから、太陽が出るのを待っていたんですよ。でも出るよって言ってます。出るから大丈夫だよって、その知らせをね受け取るんだよってことも言ってるんですよね。手紙なので、はっきりとした意思とかであなたに朗報が届く、いい知らせが届くとかね、あなた自身が伝えるっていうよりは多分ね受け取る側だと思うんですね。あなたを守ってくれる存在に気づいてっていうのと、あとやっぱり受け取るから気づくんだよっていうことも言ってるし、もうこうやって一人で太陽を見てるような時はもう終わっていって、あとは太陽が昇ったから、あとはあなたが光り輝く番なんだよってことも言ってるんですよね。この4ヶ月目までの間に、もう大丈夫だよ、あなたが気づく時がやってくるよ、
もう辛い時はもう終わっていくんだっていうきっかけがつかめるとか、自分自身が変わっていくためにどうしたらいいんだろうっていうのを誰かから教えてもらうとかね、そういうアドバイスをくれる人が出てくるとか、どうしたらいいのかっていうのを何かのきっかけで、例えばテレビ、ラジオとかメディアから見るような、なんか一文ちらっと見て、あーって解決のヒントが見つかるとかね、っていうのもありますし、太陽が自然と昇ってくるかのように、今耐え忍んでいる時期だけど、この季節を乗り越えて春が来るかのように、やがて今の時期は乗り越えて終わって通り越していって、太陽が出てきて、あとは最高のあなたになっていくだけなんだよってことも教えてくれています。今までの環境で苦しかったこと、もしかしたらお相手とのやり取りだったかもしれないし、周囲の人との付き合い方だったりとか、うまく流れに乗れなかったとか、タイミングつかめなかったとか、そういうこともあったかもしれない。なんか周りの人にいろいろ言われて恋愛がうまく進まなかったとか、そういうのもあったかもしれないし、とっても自分にとってそれが苦しかった、重荷になっていたことがすごくたくさんあった。仕事かもしれないし、恋愛に集中できない、なんか孤独感感じるとか、そういう自分にとってのストレスになるようなものをたくさん抱え込んできたんだよってことをね、言ってるんですよね。だけどそれはね、もうね、終わるよって、終わるあなたに知らせが届いて、守ってくれる人も現れる、あとは最高になっていくよってことを言っているので、ではこの4ヶ月目でね、あなたの抜け出すきっかけが見えてきたんですが、ここに対するアドバイスもらっていきましょう。この4ヶ月目にどういうことが起きて、どういうことをしていけばいいのかとか、例えば恋愛だったらどういう風になっていくのかとか、そういうのももらっていきましょう。でもただ太陽のカードが出ているので、もうね、新しい始まりとかね、日が昇ってきたよって、明るくなっていくよ、最高最高っていうのが言われているんですね。動かなかったことが動き出すよとか、環境が変わるよ、明るくなっていくよってことも言っています。なのでもう何も心配しなくていい。ただこの3ヶ月間すごく辛いかもしれない。だけどこれをね、望みにして最高になる瞬間を待とう、頑張ろう、耐えよう。そこに必ず日が出て花が咲いて、あなたの心の中の願い叶っていくからねっていうのも言ってますね。3ヶ月以内の神展開にはならなかったかもしれないんですが、思ったより遅いかもしれませんが、4ヶ月目にドカンとやってくるっていう感じがします。でもね、星、太陽が来てるので、とても素晴らしいと思います。はいね、アドバイスたくさんカードからもらっていきましょう。おっとっとっと。今回はタロットカードはすべて正逆取っていくんですが、布沼カードとかオラクルカードは正位置でもらっていってます。ちょっとね、カードがこれは2枚も出てきているのでもらっていきましょうか。ちょっとカードが入るか確認します。少しギリギリなところはあるので寄せていきますね。この星と太陽っていうのをね、忘れないで言っていただきたいっていうのと、あとはめくっていきましょう。まずタロットからアドバイスとかをもらっていく。やっぱりあなた様のアドバイスをくれる人とか、環境を変えてくれる人、教えてくれる、どういう風にやっていけばいいのかとか、相談できる相手が出てくるっていうのが言ってます。例えばですが、法律的な問題を抱えている方とかであれば、その専門的な方が現れるとか、ジャスティス2枚出てきているので、ジャスティスって結構法律的なこととかも言ってるんですよね。
ルール、約束、規則とか、大きいところで言ったら本当に法律、契約とかね、なので婚姻関係とかね、そういうのも結構表していることも多いので、本当に一部の方では今の婚姻生活のことでわだかまりを感じてるとか、そういう方もいるかもしれません。それが解決できるようなあなたにとっての良きアドバイザーが現れるっていうのも言っていますね。そしてこちらのカードからはワンドのページ、そしてペンタクルスの6、いいですね。とてもいい。あなたが教えてもらってとか、学びを得てとか、お知らせをもらってとかね、本当に通知もらってるような感じなので、こうやって受け取ってきたもの、教えてもらって受け取ってもらったとか、教えてもらってとか、守られたもの、あなたの契約、規則が守られていく。今まで違ったんじゃないかなって思ったのがどんでん返しで守られていく。で、守られていくのお知らせもね、受け取っていくってことも言ってるんですよね。いい知らせが届くよってことを言ってるんですよね。これから自分にとってのいい知らせ、自分が解決したかったことに対してのいい結果があなたのところに届いてくるよってことも言ってますね。すごい。もうね、結果が出るっていうのがね、ずらーっと来てるんですよ。このように頼りになるような人が現れるとか、あなたにとって安心できるような知らせを受け取るとか、そういうことが起きてきて、自分自身も自分のことをね、信用すること、自信を持つこととか、そういうふうな前向きな気持ちになれるっていうのも出てきますし、周りの環境もどんどん変わっていくので、周りの方、周囲の方、あとはお相手からもあなたが逆にね、信頼されていい関係を築くことができていくんじゃないかなっていうのを感じます。成功への第一歩がこの4ヶ月目でドンと現れてきます。ずっと3ヶ月間、もしくはそれ以上ずっと頑張って変わらない環境を続けてきた方も4ヶ月目で大きく変わっていく。いろんな知らせ受け取って変わっていきます。頼りになる存在、教えてくれる存在、いろんなものが現れます。そして周りの環境が変わってくるので、今度は周りの方があなた様に優しくしてくれるとかね、ちょっと言い方ちょっと違うかもしれないですが、ちょっと語彙力なくてごめんなさい。周りの人たちから思いやりとか、あと癒しをもらったりとか、愛情が自分の心に注がれるとか、そういう風に感じるんですよね。もちろん自分で自分自身を愛していくこともできるっていうのもね、入ってきているんですよね。そしてあなた自身も周りとうまく溶け込んでいくとか、うまく流れていくとか、今までバランス取れなかったことがバランス取れるようになってくるとか、自分が思い描いていたこの調和に対してうまく調和取れていくよってことも言ってるんですよね。自分だけではなくて周りともうまくやっていけるし、お相手だけではなくて自分の環境、お相手の環境とか、いろんなことが丸くなっていくよ、循環していくよってことも言ってます。あなた自身も自分だけでもないし、お相手だけでもないし、全部を丸くしていけるような気持ちにもなっていけるよってことも言っています。これが4ヶ月目のあなた様の心の変化だったりとか、起きることとかですね。やっぱりね、このね3ヶ月、このね1ヶ月目から3ヶ月目の、アドバイス的なものでもらったカードにつながっていくかのように、同じようなね感じでねこう出てきているので、お知らせ受け取っていくよとか、頼りになる人出てくるよとか、調和取れていくよっていうのも言われています。で、ルノルマンカードからは何が出てくるかというと、鳥さんのカードですね。お花開いていく、やっぱりこう花が開く季節かなっていうのがまず一番最初に入ってくるのと、鳥なので、これコミュニケーションとか会話とかっていうのを表しているんですね。やっぱりこう今の時代だからなかなかお相手と対話するとか、周りの人と集まってとか話するとか、そういう機会がなかなかなかったりもするし、メディア、SNS の
発展とかもありますので、スマホを使ったツール、何かツールを使ってのやり取りかもしれないんですが、必ずお話できるよとか、自分の中のわだかまりを話していくことで解決していけるきっかけがつかめるとか、あとはこういう風に太陽が昇って周りが明るくなってくることで、あなた自身が心から純粋に周りとおしゃべりして楽しんでいけるとか、今まで孤立感を感じていたけどもうそれからは抜け出していくよってことも言われてるんじゃないかなと思います。複数鳥さんがいるので、やっぱり周りの環境っていうのがすごく入ってくるかなと思います。で、あとはオラクルカードからマザーヒーリングね、入ってますね。やっぱりなんかこうご家庭とかお子さんとかね、そういうのも結構あるので、お子さんのことで悩んでいた方とかもいたかもしれませんし、家庭環境とかでね悩んでいた方もいたかもしれない。それだけではなくて恋愛そのもので悩んでいる方もいたかもしれませんが、穏やかになっていくよってこともね言ってるんですよね。めちゃくちゃこの吹雪の中歩いているような今の状況から、もっとね明るくね日が差していって、もうみんなで仲良く調和を取れていくような流れになっていくよってことを言われています。これはね、もうねマザーヒーリング、お母さんっていうのが入ってきているので、この母親っていうのがあなたにとっての母親とか母親的存在の方かもしれませんし、お相手のお母様かもしれませんし、この母親っていう言葉キーワードでふわっと入ってくるような方が関係してくるかもしれませんし、あなた自身がもしお子さんがいらっしゃる方であれば、あなた自身のことも言ってるかもしれません。このあなた自身、もしくはお母さん的な存在とか自分の母親っていうのとの対話をしていくとか、関係を見直していくとか、そういうこととかでもっと自分自身が、変わっていくよとか、お子さんと接していくこととか、ちゃんとね対話していくこと、一人ぼっちにさせないよとか、自分自身のねことを言ってるかもしれませんね。このお子さんがあなたかもしれないし、こちらのお母さんの人魚があなたのことかもしれません。ただもう大丈夫だよっていう感じに見えるんですよね。これも子供のカードなんですが、子供さんと手をつないでいるお母さんもう大丈夫だよって言ってる風に見えるので、お母さん、自分の母親に相談して解決していくのかもしれませんし、お母さんとか母親のとかそのような存在の方、年上の女性の頼れる方とか、そういう方を頼りにしていくとか、お子さんがいらっしゃる方であればお子さんと対話して癒してとか、自分たちを癒していこうとか、そういうのも言ってるかもしれませんね。なんかね、癒しっていうのが入ってきています。あとはですね、やっぱりもっと恋愛のことで言えば、なんかこれどっちかっていうとなんか子供とお母さんみたいなイメージが入ってくるんですけど、もしね、いや子供とかもいなくてとか、別にねこうお母さんとか母親とかそういうのもあまりピンとこないっていう方であれば、自分自身との対話っていうのもあるかもしれないし、お相手と自分っていうこともあるかもしれません。なんかね、こう穏やかな海の前でみんなで目を向かい合って話をして笑ってるので、もっと会話していこうっていうのも言っていると思うんですね。なかなかお相手と本音で話し合えるような機会が、環境がね許さないような環境にいたかもしれない。なかなかそういう環境じゃなかったのかもしれないし、あなた自身がお相手に対して素直に環境を伝えられないような環境、やっぱり環境ですね。周りの状況的に自分の思いを伝えることが難しかったのかもしれません。なんかそういうようなことが入ってきますね。今なんかこう話をしていく時ですよってことをねが入ってくるんですよね。この鳥のカードもお話とかって会話っていうのもコミュニケーションっていうのもあるので、お相手とコミュニケーションをとっていて、もっとお互いをよく知り合っていくこと、そして押し殺していた感情があるんだったら素直に話し合うような勇気を持ってやっていこうね。またそういう風になっていけるよっていうのもあるんですよね。あなたの背中を後押ししてくれるカードです。あなたの恋愛を
お祝いしてくれている、そのように受け取ってください。こちらのカードです。でこのカードから環境がだんだんと変わっていくので、それを感じたら心がとても穏やかになっていくと思います。お相手と向かい合ってお話をしていってとかね、やっぱり複数っていうのが入ってくるんですよね。だからお相手とあなたのお二人だけではなくて、その周りの環境だったりとか、また例えばご両親のことだったりとか、自分たち以外のことも含めて話し合いとか感情を向けていくとか、目を向けていくことで丸くなっていく、穏やかになっていくってことが入ってきています。そうですね、なんかとても穏やかな感じ、もう冬は終わって春になっていきますよっていうのも伝わってきますし、ここですね、このお選びいただいたカードからは、あなた自身が人生を強く思うことがもしあれば、これを実現化していきましょう。あなたの夢、願い、希望っていうのを表現していくんだよっていう風に力強いカードが入ってきています。自分の人生を作っていくのは自分自身だ。自分の夢を叶えるのは自分の気持ちがまず一番最初にあるものなんだっていうのをね、言っているんですよね。何を叶えるにしろ、何を変えるにしろ、まず自分の気持ちが一番まずね、根底にあること、そこからまず始まっていくよって。どんな環境であっても、恵まれている環境でもそうじゃない環境だったとしても、自分の気持ちがちゃんとそこになければ土台はしっかり固まっていかないよ、自分で作っていくんだよってことをね、後押ししてくれてるんですね。背中を押してくれてるカードが入ってきています。そして穏やかなカードとか光が差し込んでくるカードも入っているので、今抱えている辛いこと、寒いなって思っていること、冷たいなって感じていることとかもいずれ終わって、太陽が昇り穏やかな環境へと変わっていきます。この中から何か一つでも心に残るメッセージがありましたらお受け取りください。以上、こちらが3番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。最後までご覧いただきありがとうございました。はい、申し訳ありません。リーディングはすでに終了してしまったんですが、こちら3番の方、メッセージを一つお伝えするのを忘れてしまいましたので、今カードすべて片付けてしまったんですが、最後に付け加えさせていただきます。こちらの選択していただいたカードにこの絵柄があるんですが、この絵柄から私が感じ取るものっていうのがマスクなんですね。今の時代、この近年マスクをする機会が多いと思いますが、このマスクに意識されてみてください。そうですね、マスクの例えばいつも使っているマスクをちょっと変えてみるとか、あとはあれですよ、いつも普段使っているようなマスクだけではなくて、例えばお面とかそういうようなことも入ってきます。お面だったり仮面だったりとかっていうのもあるので、自分の例えば今なんていうのかな、心にも仮面をつけているような状況なのかなっていうのを感じたんですね、3番のリーディングをしている時に。なので自分の仮面を外せるようになっていくよっていうのも4ヶ月目あたりで感じるんじゃないかなっていうのも思います。あとはラッキーアイテムみたいな形で、さっき言ったみたいにマスクを少し変えてみるとか、色をね変えてみたりとか、気分転換でマスク変えてみるとか、いろんなマスクチャームとかもあるので、気分転換でつけてみるとか、そのようなこともしてみてください。こちら付け加えさせていただきました。ぜひこちらもね参考にしてください。